はい、どうも、ミオライダー高松です。今回もね、VR360 度動画なので、スマートフォンから来てる方は、アプリケーション、YouTube のアプリから見てください。で、英語字幕も用意してるので、海外の方はそちらをぜひ活用してもらって、はい。でね、今回もね、VR カメラで自転車で山手線を一周するという、そういう企画です。一駅ずつやっていきます。で、今回の回は、目白駅から池袋駅まで、営業キロで約 1.2 キロだね。で、スタート地点は目白駅の線路の上。線路の上って言っても橋の上なんだけどね。ということで、オープニング、どうぞ。はい、今回も始まったよ。下は JR の線路、右に目白駅だね。今日は池袋まで行くよ。池袋ね。池袋有名なとこだからね。サンシャイン60ってでっかいビルあるし、このね、今回目白通りをひたすらまっすぐ行って、で、あるとこをね、左に曲がって、そこでいつもとおなじみの明治通りがあって、それをずっと行く。そうするともう池袋着くんで、とても分かりやすい感じの回。もうほとんどまっすぐ走ってるだけ。一回曲がるぐらいだからね。今回で7回目だね、この山手線企画は。山手線企画以外にもね、いろいろ撮ってて、例えば東京タワー一周みたいなね、それをチャリで VR カメラで撮ったりとか、あと湘南の方も行ったね。江ノ島の方も行った。江ノ島、鎌倉、逗子か、あの辺ね。あの辺をもうレンタルチャリ借りて走ってますね。この山手線企画の途中でね、東京タワーあるから、浜松町のあたり、あそこでちょっと東京タワーもついでに撮っとくかーって感じで撮っといたんだけど、この企画は天気がいい日限定だからね。最悪曇りかな。雨だとねダメだし、見栄えも良くないじゃんね。せっかく撮るならやっぱ青空の日が良くて、でも天気ってね難しいからね、当たらないこともあるし、でも本当この初日は特に2日間で終わらしたんだけど、山手線一周をチャリで走る企画、この初日は特に天気が良くて、梅雨前だったからかな、これ6月のね初めの方、緊急事態宣言解除されて、よっしゃ行くぜってなって取りに行った感じ。はい、この左の方には警察署、目白警察署があります。はい、これ目白通りね、もうずっと行くだけだから。でもね、結構 VR 動画ね、あんまやってる人いないし、まずみんな知らないでしょ、 VR っていうのもあんまり。YouTube にそんな機能あったのってぐらい。こんな360度見えんの、指でグリグリするとみたいな。初めて知る人もまだいるっていうぐらいの、そんなレベルだと思うんでね、全然多分浸透してない。みんなやらないからね、 VR 動画というのもギガ数めちゃめちゃ食うからね。一旦 GoProMax だけど、俺がやってるのはこれを撮ってカメラからパソコンに入れた時に編集する用の、企画に一旦変更するんだけど、それがねめちゃめちゃギガ数いっちゃって、いい画像にすると解像度上げると、例えば8分間の動画で40ギガ50ギガいっちゃうから。で、だいたいこの仕上がる動画ってのは10分ぐらいじゃん。ってことはやっぱ撮影は15分ぐらいはしてるわけよ。15分から20分。ほら、信号とかでカットしてるから、止まったりしたら、あとヘルメット取るとことか、被るところとか、地図見てるところとか全部ねカットするから、実際は10分で仕上がった動画でもそれ以上は余裕で撮ってるわけで、そうするとギガ数がね半端ないもん。ハードディスクいくつあったらいいんだよっていうぐらいすぐパンパンになっちゃうんで、あとハイスペック PC じゃないとね止まっちゃう。いや、このねいつも編集してるパソコンもそこそこいいんだよ。結構良くて、今左下の方に地図、今回の全体図だね、はい出しておきます。目白通りって今明治通りをずっともうまっすぐ走ってるだけ、そんな感じです。そうするとね池袋見えてくるんで。ってことでね、さっき PC の話したけど、Mac Pro 使ってんのよ。Mac Pro って結構 Mac の中ではもう上の方よ。
Mac Pro でメモリーもね64ギガ積んでる。64ギガ積んでる Mac Pro でもやっぱ編集してると止まっちゃうからね。止まっちゃうとか落ちちゃう、ソフトが消えちゃう。で予期せぬ理由でソフトが止まりましたって、うわーデータ消えないでくれよってなるんで、そういうヒヤヒヤと戦いながらやってんだけど、じゃあもう普通のノートパソコンとかだとこれダメじゃんみたいな。 VR 動画って編集できるパソコンがまだ今そんなないのかな、スペックが高くないとね。っていう意味でやっぱギガ数食うし、ハイスペック PC じゃないとなかなか成り立たないから、まあでもそうするとねめちゃめちゃ費用もかかるわけですよ。だけどね、みんなね再生回数が伸びて収益が上がればそんなんへでもなんでもないからね。いいパソコンも揃えられるし、ハードディスクもたくさん買えるし、ということでね、皆さん拡散お願いしますよ。皆さんに、周りの皆さんに、特に海外の友人がいる方はね、日本の景色興味ある人もいると思うので、このチャンネル進めてみて、で良いなと思ったらその人はねチャンネル登録とか高評価してくれるはずなんで、一応英語字幕をね入れてるんで、俺が喋れば喋るほど字幕の手間が増えるけど、でもね喋ってないと多分再生数とかあんま伸びないと思う。ただひたすら景色見せる動画だと、個性が出ないんでね、そのチャンネルの。ということでね、あんま字幕の手作業が増えるから喋りたくはないんだけど、一応喋ってます。そういった意味ではやっぱりみんなに見てもらって再生数増やしてチャンネル登録増やしていきたいんでね、YouTube で生活したいんで、仕事としての YouTube なんで、遊びでやってるわけじゃないんで、適当にやってるわけじゃないんで、やっぱチャンネル登録者数も欲しいわけ。今出たスシロー南池袋店、なんで出したかっていうと、やっぱ珍しいでしょ。スシローなんてだいたい郊外にある店だからね。こんな都心のど真ん中にスシローって珍しいよ。有楽町の方にもあるらしいけど、基本的にはねスシローって、田舎の方とかの方が、土地代とかも高いし、こんな池袋とかにあったら、お客さんも単価も取りづらいしね。スシローって安いお店だからさ。でもあそこの業態はちょっと違うのかな。そういった意味でスシロー普段載せないけどさ、ふわって出しといたね、ふわっと。でもう池袋の建物が見えてきたかな。右の方にねうっすらサンシャイン60が見えるんでね、それもテロップ出すんで、サンシャイン60はね上の方行くとやっぱ眺めもいいんで、池袋駅が見えるし、今池袋駅の西部の建物だよ。でも池袋駅ややこしいのがね、これ東口なんだけど、今日のゴール東口の方に西部があって、西口の方に東部があるんだよね。もう分かりづらい。西に東で東に西みたいなね。西部が西口で東部が東口だったら分かりやすいんだけど、もうごちゃごちゃになってるんで、最初に見えてくる駅が西武池袋線、西武新宿線ってのもあって、西武池袋線ってのもあるからね、ややこしいね。これが西武池袋線の方の駅で、その先にあるのが本日のゴールの東口、 JR 東口ですよ、池袋の。でサンシャインもね60もうっすら見えて遠いんでね、ちょっと周りが建物が高いからね。ということでね、今回目白駅から池袋駅をやりました。次回はね池袋駅から大塚駅っていう回をやるんで、それもそれでねいろいろ山手線一周の街並みが見えてくると思うので、ということで今回のゴール地点の地図も貼っておきます。ということで皆様また次回、チャンネル登録と拡散お願いします。